はい、皆さんこんにちは、ペピーノアです。本日はですね、記念すべき初の実写動画になるんですけれども、私、ゲーム好きアラサー女子の所持ゲーム全紹介動画というのをやっていきたいと思います。で、私と同世代の方からするとすごく懐かしいなとか、これめっちゃやってたわっていう刺さるゲームソフトがたくさん出てくると思うので、もしいいなと思ってくださった方はぜひグッドボタン、チャンネル登録いただけると嬉しいです。それでは早速やっていきましょう。はい、でね、この動画で私の動画を初めて見てくださる方もいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介をさせていただきますと、私はゲーム好きのアラサー会社員女子でございます。ゲームすごい大好きですって言って実況までやらせてもらってるんですけど、実は私小さい頃はそこまでたくさんゲームをやっていたわけではないんですね。ということで、私がどういう風にゲームをたくさんやるようになっていったのか、その背景みたいなのも合わせてお話ししたいと思うので、まずは私のゲーム誌をご覧ください。こちらです。じゃん。はい、こういう感じになってますね。まず私が本格的にゲームをやるようになったのっていうのは、実は小学校高学年ぐらいからなんですね。それまでの、幼稚園から小学校低学年中学年ぐらいはゲームダメよって言われてた時代がありました。父は全然ゲーム OK 派だったんですけど、母が、あんまり教育上ゲームって別に良くないよね、あんまりゲームにわーって集中しちゃうのも教育上良くないんじゃないかっていうところで、あんまりやらないようにねっていう風に言われて育ってきました。もうそろそろね、ちゃんと大きくもなってきたし、自分で正しいこと、ダメなことの判断ができるだろうということで DS をね、小学校高学年ぐらいかなの時に初めて買ってもらったんですけど、それが全ての始まりです。で、それで小学校高学年のタイミングで、やばい、ゲーム超おもろいっていうのに気づいて、そっから中学高校にかけてはもうゲーム三昧の日々、私の青春イコールゲームと言っても過言ではないぐらいの生活になっていたわけですね。あとは大学入ってからは学校の勉強も忙しかったですし、それから今ですね、社会人になって、仕事が結構ね、連日残業もあったりとかちょっと大変なので、ほどほどにゲームを楽しめるようにしていければいいなっていうフェーズに今はおります。なのでまずはね、私が最初のゲームダメよ期、ゲームやっちゃダメよって言われていた時から、今に至るまでどういうゲームをやってきたのかっていうのをちょっとね、実際のソフトをお見せしながらお話ししていきたいと思います。はい、まずは最初のゲームダメよ期ですね。ゲームダメよなのにゲームやってたんかいと思われるかもしれないんですが、全く触れてなかったわけではなくて、さっき少しお話ししたんですけど、父はゲーム好きだったんですね。で、買って、やり込む方ではなかったんですけど、お前もやってみるかみたいな感じでちょっとだけね、触らせてもらえたりしてたので、その時にどんなソフトやってたかご紹介したいと思います。今ちょっとそれに関しては実家に全部あるので、今私の手元に現物はないんですけど、まず最初にやった初めて私が触れたハードのゲームはプレイステーション2、PS2 ですね。これがもう物心ついた頃にはうちにあって、父が買ってたんですよね。で、どんなソフトがあったかっていうと、あんまり事細かに全部覚えてないんですけど、一番よくやったのはグランツーリスモだったのは覚えてますね。すごい力入れてて、実際にこういうね、テーブルに取り付けるガガガガガって振動も来るハンドルと、それに連動するペダルみたいなやつ、あれもうちにあって、もダイニングテーブルにガシーンって取り付けてうわーってやるみたいなのを週末とかよく父とやってた記憶はありますね。で、それと同じくして面白そうなゲームがあるよというのでピックアップしてきたのがこちら、塊魂になるんですね。中でも私が最初に買ってやったのは1作目ではなく2作目のみんな大好き塊魂でした。で、これもめちゃめちゃ面白いんですよね。やったことある方はわかると思うんですけど、快感、物を転がしてくっついてくっていう快感が私はたまらなく好きでですね、これも学
学校から帰ったらちょっともしかして今日は塊魂の日とか言ってめちゃめちゃ遊んだりしてました。でそれと同じくして私チャンネル名でもお分かりの通りガチゲーム実況と歌っているんですけど、何がどうガチなのかっていうのの根源が実はもうこのゲームダメ置きに完成されてまして、そのきっかけとなったものがこちらたまごっちでございます。そう、私ねハードのゲームはさっき言った PS2 しかやらせてもらってなかったんですけど、携帯型ゲームでたまごっちに超ドハマりしてたんですよ。もうそれこそ今実家に行ったら多分10個ぐらい合計あるんじゃないかな。で全キャラクターにどうやったら育成させることができるのかとか、もう一個一個のたまごっちの特徴だったりミニゲームの特徴、ご飯の特徴と全部攻略本をお小遣いで買いまくって超研究してたんですよ。だからその頃からもう全部なんというかあるものは全部自分が知識を身につけて攻略しないと気が済まないみたいな、そういうコレクター癖じゃないんですけどゲームにおける完璧主義みたいなのは多分このたまごっち収集時代に生まれて、今も変わらずなのかなっていうふうに思いますね。はい、でいよいよ次ですね。私が本格的にゲームに目覚める目覚め期に突入します。で冒頭にもお話しした通り DS の購入をきっかけに目覚めたっていうところなんですけど、私の持っている DS を実際にお見せしようと思います。それがこちらじゃーん。うわ、もう年季の入ったケースですね。変わらずずっとこのケースに入れて保管してます。で実際に中を開けていくとじゃーん、こちらですね。はい、こちら DS ライトの本体白になりますね。特にこれはもう思い入れの深いゲーム機ですね。で、じゃあ本格的にゲーム目覚めるにあたってどんなソフトをやっていたのかというところなんですけれども、じゃん、これいつだったかな、クラブ任天堂ポイント貯めた特典みたいなのでもらえた DS 用のカセットケースなんですよね。見てみて、裏側はねルイージになってるのかわいいよね。でこれの中に全部入ってるんですけど、じゃじゃーん、こんな感じになってます。ちょっと全然ね全部埋まってないんですけど、ちょっとご紹介していきたいと思います。まず私が一番最初に買ってもらったソフトはこの2つですね。じゃん、この2つですね。まずはこちらニュースーパーマリオブラザーズですね。もうこれは何回もやりました。もうスターコインの場所と隠しルートの場所と全部攻略本の内容を丸暗記して、もう多分トータル30周ぐらいはしたんじゃないかな。これは人生の中で一番やり込んだゲームと言っても過言ではないかもしれない。ここで初めてマリオに触れて、マリオの面白さ、この誰でも簡単にプレイできるのにいくらでも突き詰められるみたいな、そのマリオの本質に気づいて、うわーっとここで気持ちを持っていかれた思い入れのあるゲームですね。でもう一つがこちらたまごっちのプチプチおみせちごひいきになります。でさっきお話しした通り、私はたまごっち大好きマンで自称たまごっち博士だったんですよ。その近所で周りで、私以上にたまごっち育ててる人もいないし、私以上にたまごっち詳しい人もいないでしょというふうに豪語してました。なんで、その人がねたまごっちのソフトを買っとかないわけにはいかないと、これも結構やり込みました。はい、で続いてご紹介するのがこちらじゃん、たまごっちのあっぱれ二次ベンチャーですね。でこれも同じたまごっちシリーズで、おみせっちの系列ではないんだけど、もう一個ぐらいたまごっちのソフト欲しいなというので思って買ってもらったソフトになります。でここでもう一つ私が超ドハマりしたゲームシリーズがあります。それがこの皆さんから見て右半分に揃ってるこちらのレイトン教授シリーズになります。もうねレイトン教授シリーズ大好きなんですよ私。もうストーリーもいいし謎解きもすごい頭を使うし、でこれが出たぐらいのタイミングで、これ私だけじゃなくてこれまでゲームダメよと言っていた私の母もゲームをやるようになりまして、こういうゲームもあるのねと。た
ただ時間を取られるだけじゃなくてちゃんと頭使ったり、あとはすごいストーリーにこだわりがあったり、こういうゲームがあるのならいいわねというので、なんか家族一緒になってゲームやろうよみたいな風潮が生まれ始めた時期だったかなっていうふうに思いますね。で、特に一押しはやっぱりこれですかね、時間旅行。これはね、号泣もんですよ。もしやったことない方いたら、今だと中古のソフトとか安く売ってたりするかもしれないので、一度これはね、手に取ってやってみてほしい超のつく名作だと思います。はい。で、それ以外だとね、お勉強系もいけるんだというのが我が家で通用し始めたことにより、脳トレだったり、あと英語漬けと漢検。もう漢検とか私学生の頃めちゃめちゃ受けてたんですよ、塾通ってて。なんでもうこれでやってやるよみたいな感じで、こうブイブイ言わせながら漢検の問題を解いていってましたね。はい。あとは友達コレクション。これも自分でミー作って、友達のミーも作って、最近販売されたミートピアとちょっとイメージというかニュアンスは近いかもしれない。多分これが初期のミーを使ったゲームかなと思いますね。はい。続いてなんですが、ちょうどゲームの面白さに気づいたちょっと後ぐらいのタイミングに Wii が販売されたんですよね。そうで、当然ながら新しいハードということで、ゲームが盛り上がってきた我が家でもせっかくならじゃあ Wii 買ってやってみようよ家族でということで Wii を購入しました。でね、もう Wii を手に入れてからはもうね、本当にテレビの前から離れなかった。学校から帰ってきたらまず Wii の電源をつけるみたいな、そんな生活を日々送ってましたね。で、何がそんなに私を虜にしたのかっていうところなので、早速ね Wii のソフトもご紹介していきたいと思います。何せこれを話しないと始まらないというソフトがこちら、じゃーん、スーパーマリオギャラクシーでございます。もうね、名作中の名作ですよね。もうこれ本当に大好きで、もうこれもストーリーに関しては多分10回以上はリピートして最初からやり直してますね。で、そう、ずっとね、今日サイドにこのロゼッタ様にねいてもらってる、これロゼッタのアミーボですねなんですけど、私がロゼッタっていうキャラクターを知ってめっちゃ好きになったきっかけっていうのはまさにこのゲームで、ロゼッタ初登場のゲームでもあるんですけど、なんかこう宇宙の壮大な感じが小さいながらにすごい魅力的に感じて、こういう世界観が素敵っていう風に思って、もうそのマリオだからっていうそういうね単純なゲームっていう要素だけじゃなくて、その世界観にもすごい惹かれたゲームになってますね。なんでこれももうすごく大好きで思い入れ深いゲームの一つです。で、これに付随してもう一つかなり苦戦したやり込んだゲームというのがこちら、じゃーん、スーパーマリオギャラクシー2でございます。シンプルに続編なんですけど、これねすごい苦戦したの。なんなら買ったのは本当に学生、まだ中学高校の頃だったんだけど、完全クリアしたの社会人になってからなんだよね。なんかもう難しすぎて、カンクリが苦戦しすぎて、一時ね私が大学生ぐらいの間か、もう 5,6 年ずっと触れられずに放置され続けちゃってたんですよ、このソフトなんですけど、ちょっと前に社会人になって 1,2 年経ったぐらいの時かなに、いやこれ一回ちゃんとカンクリさせないとマリオ好きとしてはまずいよねと思って、って時間をかけてやっと完全コンプリートしたという背景がありますね。これ超難しい。難しいよね。やったことある人ぜひコメントください。これ超難しかったと私は思ってます。特に一番最後のステージ、もう鬼厳しかった記憶しかない。で、今のねマリオギャラクシーが特に大きい要素ではあったんですけど、もう一つ私はねテレビの前から動かさなかったでっかい要素となったソフトがこちら、じゃーん、ここで登場マリオカート Wii でございます。そうなんですよ。 DS のマリオカートはその時あんまりそそられなくて、どうも周りのみんながマ
マリオカートやっている、みんなが面白いって言っているっていうのを聞いて、じゃあせっかくならねちょっと一回買ってやってみようということで買ったゲームになってますが、まあね言わずもがなですよ。もうこれもドハマり、もう楽しくて、かつそのね私のゲーム完全コンプリートしたい欲をちゃんと満たしてくれるゲームなんですよ、マリオカートって。なんでかというと、まずグランプリのところで全部1位になったり、全部ランク星3つにするみたいなのがもう目で見えるじゃないですか。だからこそじゃあ全部コンプリートしてやるよっていう、その全部星3つにまず仕立て上げます欲がすごい出てきたんですよね。まず最初はマリオカート初心者だったのでグランプリを何度もやって、あとタイムアタックも何度もやって、今自分が出せるベストの速度、使用キャラはこの頃からもちろんロゼッタですね。ロゼッタいるじゃん、じゃあロゼッタ使おうってことです。もうこの頃からそれは変わってないんですけど、ずーっとそれでやってきたっていう背景がありますね。もう意地でも何としてでも1位になるまでやめないというストイックさがここで生まれたゲームにもなります。であとね、その他のゲームで言うと、今私の手元にあるのはこちらですね。まずは、Wii 版のマリオブラザーズで、これもね正直多分まだ全クリできてないんじゃないかな。結構隠し要素が難しくて、攻略本も買ったものの、なんか攻略本が複雑すぎてよくわからんみたいな風に思って、多分まだね全部やりきれてないんですよこれ。だからこれはいつかちゃんと完全クリアまで持っていきたいなと思ってます。であとこれがマリオ25周年記念の時に出た、ソフトですね。期間限定だったやつで、これの中身としてはファミコンのマリオ中心に4種類の、歴代マリオが遊べるよっていうソフトになってます。スイッチのね、ニンテンドースイッチオンラインに加入してしまえば誰でもファミコンのソフトのマリオも遊ぶことはできるんですけど、当時はまだそれがなかったので、Wii でファミコンのソフトが遊べるよっていうので、私はファミコンとかも全然経験がなかった世代なので、これは面白そうだっていうふうに思って一回はちゃんとできるだろうと思って買ったっていう背景ですね。でそれ以外今手元にないソフトだと、ちょうどこちら今画像が出てるかなと思うんですが、誰しもが一度はね買うであろう初めてのあとは Wii スポーツで、あとはちょうどその頃北京オリンピックが開催される時期とかだったかな、2008年とかかなだったので、マリオとソニックの北京オリンピックのソフトを持ってますね。これも友達が来た時に一緒にやったりすると結構盛り上がります。じゃーん、任天堂 3DS になります。でこれもねマジで授業中よくやってた。本当によくやってた。私がピクミンを大好きになったきっかけのゲームになりますね。であとはもうおなじみの今実況真っ最中の 3D ワールドのフューリーワールドですね。